いや、今回のね、この失敗ポイントなんですけど、失敗しちゃったやつね。はい、今日はですね、ここのところに棚を作ってみたいと思います。で、今ね、ちょっと何にもないもんで、こう上にね、こうなって空間はあるんだけど、ちょっとね、小物とか、そんなものをね、こうやって置くような、そんな棚を作ってみたいと思います。はい、で、使う材料はこれです。これはね、パインの集成材の厚さ20ミリのものです。ホームセンターにね、売ってるものですね。で、まずはね、棚の幅に合わせて、これをこういう風にね、切っちゃいたいと思います。
これがね、ちょっとここが空いちゃってんだけど、これもうしょうがないね。いや、今回のね、この失敗ポイントなんですけど、パッと見はね、許せるかなって感じになってますけど、このね、下から見るとね、さっきも分かったと思うけど、ここのとこがね、こう、台座の部分と板の部分がね、隙間空いちゃってるのよね。で、これこっち行けばね、ないんだよ。で、これなんでかっていうと、これね、定規当ててみれば分かるんだけど、ほら、ここ空いてるでしょ。で、こっち行くとね、ぴったりついてんだよね。だからね、この壁がね、この辺にこう回し柱があるんだよね。だからその間がね、ちょっとこうなっちゃってんだな。これね、ちょうど下地はこの辺にあるんだよね。回し柱がね。だからここでね、さっきこうビス打ったじゃないですか。だからそこのところでね、この台座の部分がこっち側にビュッて押してるから、ここでこういう風にすいちゃうんだよね。これをね、防ごうと思うと、ここを打つときにこの後ろ側にパッキンして、で、締め込む。そういう感じにして、で、最終的にはね、この隙間をなんかこう、銀かなんかで埋めるとかね。そんなやり方しないと、これは防げないよね。このね、これ、自分の自作小屋だからね、その辺のちょっと精度は悪いのかもしれないけど、でも普通のね、住宅でもね、壁ってね、こう、まっすぐなように見えてね、実はね、まっすぐじゃない時あるんだよね。家具とかね、置くとね、すごいよくわかるんだけど、なんかこう、カップボードとか、こう、壁にくっつけるとさ、なんか後ろ側になんかこう、隙間ができてる時あるじゃん。それと一緒のことですよね。これね、ちょっと失敗しましたね。これつける前にね、ちゃんと定規当ててね、その反り具合を考えて、で、なんかパッキンすりゃね、よかったかなと思いますね。で、あとね、やっぱここね、失敗しちゃったやつね。これね、ここのね、芯棒入れたじゃないですか。あの穴を開けるときにね、ドリルスタンドでね、こうちゃんとビーってやってたんだけど、ちょっとね、めんどくさくなっちゃって、手持ちで一瞬やっちゃったのよね。で、そしたらね、案の定、手持ちだからね、こう、まっすぐじゃないのよ。ちょっとこう、曲がっちゃったんだよな。だもんで、それでこっち側に、ベアって切っちゃいました。これは自分が悪いね。横着するからこういうことになっちゃうんだよね。で、この板自体も20ミリしかないところに、10ミリの芯棒を入れてますんで、両側計算上5ミリ5ミリしか余裕がないってことでしょ。そりゃちょっとでもね、ずれりゃこうなるわね。でもあんまりこの板が厚いとさ、やっぱ格好悪いじゃん。ある程度ね、こうやって薄いからね、薄いのがこう生えてるから、こうなんかかっこよく見えるんだと思うんだよな。これからね、もしやる方いたらね、ぜひね、ちゃんとしたドリルスタンド使わないにしてもなんかこうドリルのガイドあるじゃん、そういうのねちゃんと使ってまっすぐこう上げることをね、強くおすすめしたいな。とりあえずね今回はこれでよしとしますよ。で次ね、またこの辺ねちょっと違いだなみたいな感じでねここにつけたいんだけど、その時はね今日の反省を生かしてまたちょっと作ってみようかなとは思います。これいいでしょ。自分ね N 版乗ってんだけど N 版のねミニカーをねもらってあります。ちょっととりあえず道具をねこんな風にねディスプレイしたい棚なんですよね、ここね。でこれ昔作ったねジグとかね、この辺をこうなって飾りたいんですよ。はい。ではね、今日のこの棚作りはちょっと失敗に終わりましたけど、この棚をね、作ること自体はね、時間にしてどうだろう、3時間ぐらいでね、作れましたんで、感想とかね、その時間はちょっと抜いときますよ。そんなに難しいもんじゃないから、今日のね、私のこの失敗を参考に、ぜひね、チャレンジしてもらえればと思います。これね、もっと短い棚であれば、このようなね、失敗はしないのかなと思いますけど、こんな風にね、これ全長ね、1m20何センチぐらいあるかな。このくらいだとね、ちょっと私のこの失敗を参考にしてもらえればと思います。はい。では今日の動画は以上となります。